たる瞬間までそのままにするか、最初ここまで同じような感じで当たる瞬間はこうボール触る瞬間の突然性を注視してるんです。突然性、はい、これはいいんですか言って。今回、美香さんにはですね、バックサーブの、初中級編ということで、美香さんなりの、そのバックサーブの出し方っていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。実はサーブ結構得意です。サーブ得意。なるほど。バックサーブとフォアサーブの時と。現役の時やっぱフォアの方が多かったんですけど、フォア切るが切らないようなサーブから3球目とか長いサーブとかの3球目からの展開とか多かったんだけど、でも練習量が減ることによってやっぱバックサーブメインになってきたかなって、戻りが楽になってます。バックサーブの方が戻りがそのままラリーに持っていくので、なるほど。足がちょっと遅くなってるから練習量が減っていくと、多分レディースの方もそうだと思うんですけど、サーブから3球目で回ろうとしたらやっぱちょっと足のパワー負担が大きいので、トレーニングしてないとちょっとこうなかなか回りきれない時があるので、バックサーブの方がそのままラリーに持っていけるから結構おすすめしますね。じゃあ初中級者というか、ちょっと戻りに自信ないなとか、あとこれからちょっと試合出ていくっていう人は、バックサーブから使用していくと、より簡単にこうラリーに持っていける可能性が。バックサーブメインにするかフォアサーブメインにするか、大事なところは、例えばフットワークに自信ある方と、フォアがメインで取る方はフォアサーブが多めの方がおすすめ。メイン。バック上手い人、基本は3分の2ほどのバック強烈に上手い人と、あと足少し遅めの方、でラリー上手いんだけど足が少し遅い、そういう方はバックサーブ多めの方がおすすめです。なるほど。メインの方がそういったタイプによってもフォアサーブをメインにするかバックサーブメインにするかっていう、そうですね。あくまでもメインなので、バックサーブ出すからフォアサーブ全く出さないとかじゃなくて、いろんな種類を持った方がいいと思います。どっちが多めに出すかによって。今回はザイミンさんがフォアサーブの初中級編、で今回美香さんにバックサーブの初中級編っていうのを出してもらいますので、どれメインにしようかなっていうのをちょっと参考にしてもらうのもありかもしれないですね。そうですね。まずグリップって書いてますか？グリップは書いてないですね。バックハンド打つようなグリップで出してます。いわゆるバックグリップみたいな。そうです、そうです。出してますので。で、私サーブを出すときに、ボール触る瞬間の突然性を注視してるんです。突然性。っていうのは、一瞬で短いサーブ、一瞬で長いサーブ。で、ボール触る瞬間までバレないようにする。ノーモーションってことですね。モーションいっぱい使うか、ノーモーションするか、どっちかです。なるほど。で、同じモーションにする。体の動作もそうだし、最初の構えもそうだし、例えばの話、長いサーブ出す時には私最初のモーションを全部寝かしてるんです。寝かしてて、当たる瞬間までそのままにするか、最初ここまで同じような感じで当たる瞬間はこう、あとボール本当触る、もう0.001秒前ぐらいに立てて速いサーブにする。サプライズサーブってやつですね。そうするとちょっとだけの差で相手に考える時間あまり与えてないので、びっくりしたりして3球目が攻めやすいです。ドッキリ大成功みたいな感じのサーブにすると、相手にいかにドッキリを仕掛けていくかみたいな動きだったりを意識したサーブを練習してきたってことですか？相手にいかにバレないように、自分が何を出すかバレないようにするのが大事と思いますね。今のラケットの方を使った動作なんですけど、もう一つは体を使った動作なんですけど、例えば長いサーブ出すときにこう大きめに取って、ごめんなさい、危ないです。こういう感じで長いサーブね、体でわざと大きめに取って、こう短いサーブもわざと大きく取って、先の一発の長いサーブがあるから、こう取る瞬間に相手がちょっと警戒して怖いんですよね。で、取って当たる瞬間を短く出す。なるほど。ボール触る瞬間の突然性。実際にこうボール当たる直前にもう相手の方を見てて、本当は長いサーブを出すつもりだったんだけど、相手が警戒してたらフォア前とか
で相手がちょっとこう前に寄せてる感じで、相手フォア前に出そうとしてても相手長いサーブで変更する時があるんです。触る瞬間相手の状態を見て常に虚実というか、その嘘と本当を混ぜながらサーブを出すということを考えて練習した方がいいっていうことなんですね。相手にバレたらいくら切れててもこう上げたら入るので、でも切るか切らないか一瞬で迷う時がミスが出るので、だからあまり相手に考える時間を与えない方がいいです。すごく強いサーブが出せてるか、すごく回転がかかってますかとか、これは効きますかっていうような質問だったりとか、そういった光景よく目にするんですけども、これ分かりづらいですかみたいな感じのサーブの方が求めるとしては実用性が高いんで、そうですね。切れてるか切れてないか、回転どれぐらいかかるか、それはボールサーブの質です。これは練習量が必要。だけど突然性というのはそういう考えがあれば、大体すぐできる感じ、練習も必要なんですけど、切るサーブはこのコツが分かってても練習しないと切れないです。切れるようにどんどん回数をこなしていく感じなんだけど、でも最初の構えはできるんです。サーブ出す前にラケット平らにすることできないという方はいないと思う。逆に最初から立てる、最初のモーションで、それはできない方はないと思う。まだボール触ってないので、だからこういう感じで最初は立ててもいいし願いしてもいいし、最初のモーションで相手にまずバレない。よく見るのはロングサーブ立ててで下入っては願いして、これはちょっと分かりやすいです。分かりやすく、だから最初の時点でまず構えるところで絶対バレないようにする。なるほど。絶対バレないようにするんだけど、でもボールをトス上げる瞬間にもう上げれるから、これは少し相手に考える時間をちょっと多めに与えてる感じ。私はここでトス上げてからでも我慢して当たる直前に出してるので、だから考える時間少しでも減らすのを意識してサーブ練習してます。いくらサーブうまくても相手がレベルレシーブとかうまかったらなかなかミスしてくれないので、でも少しでも自分が3球目攻めやすいように作ってます。突然性のそのドッキリサーブみたいな、相手びっくりさせるサーブっていうのができるようになってから、やっぱ成績って全然変わったってことですか？そうですね。サービスエース取る場面が多くて、あとサーブから3球目取るパターンが増えました。勝率もそこからガーンって変わったわけですね。それはいいんですか、言って。もちろん切れるサーブ秘密のそうです。秘密の話です。もう試合あまり出ないので出るなとあんまり言いません。大丈夫ですか？多分ここはすごく大事なところかなって思って、バックサーブだけかけらずにいろんなサーブをやるときもそれを考え方でやった方がいいかなと思います。なるほど。じゃあ初中級者の方も、切るだけにいっぱい努力するのもいいんだけど、もちろんそれも大事です。大事なんだけど、どうやったら相手に分かりづらい構えからのインパクトにいけるかなっていうのを、形だけでもいいからまずは。そうです。例えばさっき体の方を使ってやったんですけど、逆に体使わないでそのままにしてちっちゃいサーブ、これ多分できると思うんですよ。でこういう感じで同じような形であまりバックスイング通ってない感じで、また小さいサーブを出すようなあまり体の動作なくて、ここで突然長いサーブ、これも効きます。すごい見た感じ、短いサーブ出すときは肘がなんかこの辺で止まってる意味で、長いの出すときに肘がここから後ろに、これもっと力入れないと長くならないので。なるほど。これ肩甲骨少しだけ力をもうちょっと多めに入れる。やっぱ長く飛ばすので、短いボールはやっぱこういう感じでいけるから、でも遠く飛ばす時にはこれだとやっぱいかない。ちょっと遠く飛んでいく。ちょっと多めに。でもそれを一瞬でやることなので。これ何が分かりづらいかって。美香さんのロングサーブって、短いのはラケットこれ止まるじゃないですか。で長いのもラケットが前に出ないで、むしろ後ろに行くんですよ。なんかロングサーブここまでがまだちょっと小さいサーブに見えて、そこから一瞬で。一般的な考えだと、長いの出そうと思ったらこうやりたいの。長くやりたい。なんだけど後ろに下がるから。そうですね。これも長く来るように見えます。ラケットは後ろに行ってるのに、ボールはズバーンってくるように。魔法ですかね。魔法みたいな。これまさにびっ
くりするサーブですね。横下回転とか出してるので、やっぱりちょっとこう、なんていうか、引くのちょっと動作、肘の方で、あと体でこう引くの力多めに入れてるので、多分それを後ろにいてるように見えます。全然前出てこない。はい。多分体の方がこうなってるから。結構、まあ、この横アングル見れば分かると思いますけど。あと私サーブ出すときにスイング小さいですよね。小さめにフォーム小さめにしてますので、いろんなサーブ、そうなんですけど、結構皆さんこうモーションとサーブのスイングをこう混ざってる、ごちゃ混ぜになってて、で例えばここでこうやってて、これがモーションなんですよね。だけどサーブはこれスイングはここなんです。なるほど。あとこういう感じでこうしてて一回ねサーブ出してこうして、これはモーションなんですよね。実際サーブはここだけなんです。スイングはここだけなので。でも皆さんが間違ってるのは、多分よく勘違いするのはここからもうモーションからスイングになってるんですよ。なってるパターンが結構多いので、例えばフォアサーブも同じなのに、ここからモーションで当たる瞬間がこうなるんだけど、でもここからもうスイングになってる。だから切れない。あと分かりやすいので、モーションはモーション、サーブはそのスイングはスイング。だからサーブの方がまだうまく出せない、例えば短いサーブまだうまく出せない時にはモーションはあまり入れない方がいいです。例えば最初こう構えててもこう構えてても何でもいいんだけど、構えてからそこからスイングになってたらこれうまくいかないですよ。だからシンプルにこのサーブのみで練習するのがおすすめ。シンプルに何回も何回も同じ動作、いわゆるインパクトだけってことですね。そう、モーション入れないでスイングだけで簡単にやることで、これがうまく出せるようにほとんど安定してきたら、じゃあモーションを入れよう。この短いサーブバレないように最初から例えばここから一回こうするか、それがちょっと大きめに取るか、モーションで今当たる瞬間はこれです。なるほど、別に最初こうで構えてても、でも逆瞬間はこれです。なるほど、だからそれでモーションからそのままスイングになっている方結構多いです。準備動作と、そのサーブの動作のスイングの動作っていうのは、もう別に考えないといけない。そうです、そうです。最初にやるのは本当にシンプルにスイングの動作だけ。もうサーブの出すところだけを練習して、シンプルに。シンプルに、本当にタッチだけで練習して、でその前のモーションっていうのは、さっき言ったように相手を騙したりとかびっくりさせたりとかに使うためだから、そことは別個に考えて、どんな動きしても最後はその練習したタッチ。そうです、そうです、そういうことです。なるほど、その通りです。だから別にどういうモーションにするか自分のアイデアで全然いいと思うので、相手が分かりづらいければいいと思います。目的は相手が分かりづらいっていうので、その準備動作、モーションを考えてもらって、でタッチは質なので、もういっぱい練習して。そうです、そうです。ありがとうございます。これはすごいですね。いや、これはすごいですね。これは本当初中級者の方は本当に目から鱗で、明日からみんないろいろな、みんないろんなこう自分のわけわからなくなったら大変なので。いや、それとあとはもうタッチだけをしっかり練習して、ちゃんとみんな多分分けて練習すると思います。講習会行ってる時もすごいサーブの講習はすごく皆さん受け入れいいですよね。でもみんな散らばって練習やってる時を見ると、やっぱモーションのままでスイングになってる。いや、サーブです。あと一つ区切りでやってる人が多いです。そうですね。サーブモーションでこのままここまでこう来て、そのままこれがモーションだと思う。でもそのままサーブスイングになってるので、モーションのスイング一緒に混ざってやってるから、どうやって切れないの？ここからだと多分誰も切れないです。切れないしびっくりもしないし。そうです、そうです。分かりやすいので。だからここからモーションで当たる瞬間、ここがスイングです。だからこのスイングのところはなくて、ここからモーションのままでサーブになっちゃったから、だからそれで切れないです。これも早く出せないです。なるほど。はい。さすが達人。いや、とんでもないです。やばい、自分の秘密をばらしちゃう。これ本当にいいのかなって。はい。はい。僕も明日から分けて練習します。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もう素晴らしいトレーダーだと思います。はい。よかったです。今日はバックサーブということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。当たる瞬間までこのままにする。当たる瞬間までこのままにする。当たる瞬間までこのままにする。
当たる瞬間はこう。当たる瞬間はこう。当たる瞬間はこう。リーリン卓球は神奈川県相模原市の卓球場です。中国の元プロ選手が練習します。もともと大人の教室があって、初心者の方も関係です。ご来店お待ちしています。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。再见。